私は生まれつき猫アレルギーだと母からずっと言われて育った。20歳でそれが嘘だと知ったのは、市立博物館が火事になった時。有名女優の飼い猫を救出したが、アレルギー症状は一切出なかった。両親に問い詰める前に、女優が警察を呼び私を逮捕させた。猫の首輪カメラが証拠よ。救助者こそ放火犯だ。駆けつけた母は人前で私を平手打ちし、恥知らずな放火魔と罵った。親友も同席し、私が博物館のカーテンに火をつけるのを目撃したと証言。私は800億円の罰金と20年の刑を言い渡された。収監当日、看守を通じて両親から絶縁状が届いた。猫に触るなと言ったのに。今日限り親子の縁を切る。刑務所で上訴を試みたが、他の囚人に手足を折られ、冷たい床で出血多量に。両親が金で手配したと知り、息絶える間際に疑問が渦巻いた猫を救っただけなのに、なぜ血縁者まで私を殺したがるのか？目を覚ますと、博物館の火事現場に戻っていた。火事だ。逃げて。見覚えのある博物館大ホールに立ち、炎が貴重な展示品を舐め上がるのを見つめる。悲鳴と物の倒れる音が響く。にゃあ。展示室の隅から聞こえた必死な鳴き声に背筋が凍りつく。まだ記憶に生々しい死の残響だ。悟った。私は生まれ変わったのだ。前世すべてが狂い出した瞬間だ。火事、猫の鳴き声、運命を決定づけた哀れみの衝動。私はアレルギーの警告を無視し、猫を救いに向かった。だがアレルギーは嘘だと判明する。両親は私が猫を救出したと知り、理解不能な怒りに燃えた。母は人前で私を平手打ちした。猫に触るなと言っただろう。なぜ従わないの？母さん、パパ、命を救っただけだよ。何が悪いの？私は取り乱して訴えた。助けなければ焼け死んでた。しかし彼らは容赦なかった。家から追い出した。それはほんの始まりに過ぎない。火事から3日後、猫の飼い主である人気女優キャサンドラ・レインが記者会見を開いた。完璧に手入れされた指でスクリーンに映る私の写真を指す。私の猫を救った人物こそ放火犯です。作り物の悲しみをたたえた声で宣言した。猫の首輪マイクロカメラが全記録しています。彼女が火をつけ、英雄気取りで証拠隠滅を図った。私は否定し、無実を叫んだが、誰も信じない。両親は助け求める呼びかけを無視。最も必要としたとき、彼らは証言台で嘘をついた。裁判長父は悲しみの仮面をかぶって言った。娘は幼い頃から火遊びが好きで、10歳の時、マッチで自宅を全焼させかけました。今回の博物館火災きっと彼女の仕業です。親友ステラは泣き晴らした目で最後の一撃を加えた。見ました彼女がライターでカーテンに火をつけるのを。その言葉で私の心は完全に凍りついた。そして自宅の引き出しにあったライターが両親によって検察に渡され、現場遺留品として提出された。証人、証拠完璧な罠だった。放火及び国宝損壊罪で懲役20年、罰金800億円の判決。刑務所初日、看守から両親の絶縁状が渡された。猫に触るなと言っただろう。言うことを聞かないからそうなる。自業自得だ。今日限りお前は我が子ではない。私は叫んだ。冤罪だ。出して。上訴する。やってない。叫び続けて喉から血が出るほどだったが、誰も耳を貸さない。騒音に業を煮やした囚人グループは、看守の不在を待ち、私を床に押さえつけた。口を押さえられ、拳と足の雨が降り注ぐ。骨のきしむ音は殴打の鈍音に消された。
彼らは私の手足を折り、その場に放置した。生きた駅は、襲撃を主導した女がかがみ込み、笑った。恨むなら良心を恨め。死に値する大金だ。最後の息は無言の苦悶の疑問だったなぜ？にゃあ。より鋭い鳴き声が血まみれの記憶から私を引き戻す。炎は今、焼け焦げた展示ケースの下に縮こまる真っ白な猫に向かって這っていた。琥珀色の瞳は私をじっと見つめている。前世、この眼差しが私を破滅させた。今回は同じ過ちを繰り返さない。その視線を受け止め、私の心は石のように冷たくなった。恨まないで、と思った。運命に任せろ、小さな友よ。一瞬の躊躇もなく、私は出口に向かって走り出した。博物館の扉を押し破り、煙の外へ飛び出す。肺が焼けるようにうずいた。生き延びた安堵が全身を震わせた。両親は私を見つけると駆け寄り、真っ青な顔で腕をつかんだ。握る力はあざができるほど強かった。ミア。母の声は恐怖のような安堵に震えている。大丈夫？私は姿勢を正し、服のすすを払いながら気楽な口調を装った。平気よ、母さん。でも脱出途中、隅で猫を見かけたの。怯えて動けなくなってた。空気が凍りついた。はっきり見えた彼らの動向が瞬間的に収縮するのを。父の手が私の腕を締め付け、痛みが走った。私は一呼吸置き、声を柔らかくした。でもずっと言われてたこと思い出したの。猫アレルギーだから絶対触っちゃダメだって。火の手が迫ってきてたし、アレルギー発作で逃げ遅れるのが怖くて。だから放っておいたの。両親は私をじっと見つめ、全身をくまなく調べるように。猫の毛一本ついていないと確認すると、ようやく肩の力が抜けた。よかった父の声は震えている。それでよかった。触らなければ。母は私を強く抱きしめた。彼女から放たれていた狂乱のエネルギーが徐々に静まっていく。ちょうどその時、親友のステラが煙の中からよろめき出てきた。顔はすすで汚れている。私を見ると飛びついてきた。死ぬかと思ったわ。ミア、無事でよかった。私は彼女を抱き返し、安堵に包まれた。ほら。猫を救わなければ、すべてうまくいく。しかしその考えが頭をよぎった瞬間、鋭い叫び声が混乱を切り裂いた。スノーボール。スノーボールがまだ中に。女優キャサンドラ・レインだ。彼女は燃え盛る建物に駆け戻ろうとしたが、警備員に制止された。消防士たちはまだ消火活動中で、博物館の入り口からは黒煙が渦巻いている。胸が締め付けられた。しばらくして消防士が一人煙の中から現れた。表情は厳しい。小さな何かを抱えている。泣き崩れているキャサンドラに近づき、ゆっくりと手のひらを開いた。私が隅で見かけた白猫は、今、消防士の厚手の防護手袋の上に無残に横たわっていた。かつての純白の毛並みはすすで汚れ、生命の気配はない。いや。キャサンドラの喉から引き裂くような悲鳴が上がった。彼女は飛び出し、小さな亡骸を奪い取ると胸に抱きしめた。スノーボール。目を開けて。ママを見て。全部私が悪いの、ここに連れてくるんじゃなかった。胸が張り裂けるような光景だ。私は顔を背け、見ないようにした。もう私には関係ない。両親とステラの手を引き、この悲劇の場を後にしようとした。その次の瞬間、キャサンドラの泣き声が止んだ。彼女が顔を上げ、赤く腫れた目で私を睨みつける。あの人よ。私のスノーボールを殺したのは。震える指を私に向けて叫んだ。警官さん、
逮捕して。あの人が殺人犯よ。体が硬直した。振り返り、信じられない思いで頭がクラクラした。前世、猫を救って放火犯と告発された。今世、猫を救わなかったのに、またもや告発される。なぜ？母は即座に私の前に立ちはだかった。何言ってるの？娘は火事からやっと逃げ出したばかりよ。どうやって猫を殺せるっていうの？父は怒りを抑えた低い声で言った。ご愁傷様です。しかし事故です。娘には関係ありません。キャサンドラは冷ややかに笑った。事故？スマホを取り出し、画面を両親に向けて突きつける。声は怒りに震えている。これを事故っていうの？よく見なさい。嫌な予感が背筋を這い上がる。両親の表情が怒りから困惑へ、そして画面を見て絶望に変わるのを見つめた。彼らはスマホと私を交互に見つめ、ついに顔に見慣れた、打ちのめされたような失望の表情を浮かべた。パパ？ママ。声が震える。誓って何もしてない。母の平静さがついに崩れた。スマホを私の足元に投げつけ、怒りのおえつを漏らした。どんな怪物を育てちまったんだ？自分で見てみな。画面で動画が再生されている。それを見て血の気が引いた。猫の首輪カメラがすべて記録していた。背景は炎上する展示室の隅。そして私が怯える白猫の前に立っている。しかし画面の私は見たことのない歪んだ捕食者のような笑みを浮かべている。画面の私が震える猫をつかみ、尾をつかんで乱暴に引き上げるのを恐怖で見つめる。小さな恐怖に怯える体を蹴るのを見る。苦しそうなにゃー。という鳴き声がスマホのスピーカーから響く。動画の私は動じず、楽しむように見ている。子猫がぐったりしてほとんど動かなくなると、動画のもう一人の私はカメラを直接見つめ、嘲笑った。運命に任せろ、小さな友よ。そして、ほとんど死にかけている動物を炎の奥深くに投げ込み、フレームの外へ走り去った。動画は短いが、私を地獄に落とすには十分だった。違う。恐怖で声が裏返った。私じゃない。違う。私が猫を見たとき、無事だった。触りすらしてない。警察に捕まれたとき慌てていたステラは動画を見つめている。表情は完全な嫌悪に変わった。彼女は病気扱いするように私から遠ざかった。あなた猫を虐待したの？声は震える。そんな人間だなんて信じられない。どうして？悪魔よ。最後の望みが砕け散るのを感じた。ステラ。あなたも私を信じないの？親友でしょう。ずっと一緒にいたじゃない。言ってよ、いつあなたの目を盗んであんなことする時間があった？彼女は首を振ったが、口調は固い。知らないわ。私の見ていない隙間にさっと言ったかも。動画にはっきり映ってる。猫は死んだ。証拠が目の前にある。他に何を信じろっていうの？言葉が出ない。頭の中は轟音のような混乱だ。どうしてこうなった？振り返って去ったはず。煙が濃すぎて幻覚を見たのか？それともパニックの瞬間、何かが私の体を乗っ取ったのか？理解できない。前世の運命を避けようと最善を尽くしたのに、依然として城主が首を締め付ける。キャサンドラは猫の亡骸を警官に渡し、悲劇の美女のような表情を浮かべた。集まる報道陣と見物人に向き直る。見ました？叫んだ。私のスノーボールは焼死じゃない。この邪悪な女に虐待されて殺されたの。証拠隠滅に家中に遺棄しようとした。
カメラがすべて記録してくれた。お願いと懇願する。私の子供に公正を。群衆は沸き立った。好奇のささやきは怒りと罵倒の津波となり私に襲いかかった。普通そうに見えて怪物だ。火事の中で猫を虐待？サイコパスだ。証拠が映ってるのにまだ否定する？閉じ込めて鍵を捨てろ。あんな人間は生きる価値なし。クズ。怪物。突然、激高した動物愛護活動家数人が群衆を突破し、一人が私の脇腹を強く蹴った。地面に倒れ、肋骨に痛みが走る。起き上がろうとする間もなく。パシ。顔に痛烈な平手打ち。母が立ちはだかり、目は冬の墓場のように冷たい。よくもまあ、あんなことして。もう私の娘じゃない。父は助け起こさず、肩を地面に押さえつけ、群衆に差し出した。彼らは私を虚偽の告発や暴力から守らなかった。見知らぬ他人と共に私を奈落の底へと押しやった。なぜこうなる？